여러분 안녕하세요. 모고모고입니다. 드라마 도깨비を見てみると、도깨비って人を罰したり、人を助けたり、人と恋愛したり、遊んだり、お天気をコントロールしたり、いろいろ力を持ているように描写されますが、도깨비って怖い鬼でしょうか？それともいたずら好きな妖精でしょうか？または万能の神でしょうか？まずは辞書を見てみると、도깨비は鬼と定義されていて、漢字も日本と同じ漢字を使っていますが、外国語を勉強している方はわかると思いますが、言語は決して1対1で翻訳されるわけではないんです。例えば、日本にも韓国にもよく使われる八方美人という言葉は、万能だという意味の褒め言葉である韓国に対し、日本ではいろんな人にいい顔をする、計算的だというネガティブな意味として扱われるようにですね。なので、辞書の意味にさらに文化的で実生活な意味を考えないといけないです。そういうことで、ドッケビの意味を探ってみます。まずは辞書的な意味を中心に考えてみます。ドッケビって鬼なのか？まず、日本の鬼を見てみると、もちろん、鬼のパンツはいいパンツのような最近の鬼もいますが、伝統的にはいつも怖い顔をして人を襲い、時には人を食ったりして、お許しなどはしない残酷な存在としてよく表現されますね。それに対し、韓国では、人の形に変身して、一緒に遊んだり、時には軽いいたずらをしたり、お相撲を誘ったりするなど、日本の鬼とはかなり違う様子を見せます。むしろ日本の鬼というよりは沖縄の妖精キジムナと似ているようです。最近日本で鬼滅の刃が人気ですが、そこの鬼も今までの日本の鬼とイメージが大して変わらないんですが、韓国のアニメでのドッケビを見てみると、やはり人が大好きでいたずらが好きな、まるで妖精のように描かれています。ではドッケビは妖精でしょうか？ここで妖精っていうのは、物などに宿っている神や特性を持っている日本語ではいわば八百万の神のことです。英語、コットというのに比べたら弱いからです。とにかく日本には数多くの妖精がいますね。福の七福神、貧困の貧乏神、トイレの神様もですね。そして野球の神もいて、もう誰もいない野球場にお辞儀する日本独特の文化は、この野球の神に対するお礼だと聞いたことがあります。韓国の場合も様々な人の形をしているドケビが、朝になると周りのものに変身して眠るという話があるので、日本の妖精たちと似ているような気がします。ただし気になるのは、こういったドッケビたちが人たちに専門分野の何かを与えるわけでもないし、むしろ悪い人には罰を与えることも多いということです。七福神が人に幸せを与えるけど、悪い奴に罰を与えるって聞いたことないんですね。韓国のドッケビのこういうところは、沖縄の宮古島のパントゥに似てますね。最後に人に罰を与えるということで、ドッケビは人の行儀の審判ができる神でしょうか？確かにドラマドッケビを見ていても、固有ドッケビが人を罰する場面がありますよね。しかし、このような力を持っているものの、神になるためには、人々から祀られる必要がありますが、お寺がある仏様、聖堂があるマリア様、教会のイエス様、神社のように、ドッケビには祀られる場所が特にないので、朝鮮の人々には神としての存在ではなかったようです。では、ドッケビって一体何者でしょう？韓国の中央大学のキム教授によると、韓国のドッケビには次のような特徴があります。まずは、1、角がない。2、体が大きい。3、体に毛が多い。4、野良犬のような匂いがする。5、野球バットのようなものを持つ。6、人が大好きで一緒に住みたがる。7、お相撲が好き。8、悪い人には罰を与え困っている人を助ける。つまり日本の鬼とだいぶ違って、基本人と馴染んで生きようとする不思議な存在のようなものですね。ちなみに固有ドケビには野良犬の匂いどころかコーヒーの匂いがしそうなんですが、とにかくこういった意味ではドラマドッケビの描写はかなりうまくできているかもしれません。ちなみにですが、ドラマドッケビのモチーフになった人は高麗の武人直純경です。日本の弁慶や武蔵のように朝鮮半島歴史最強の武将と言われる将軍でした。この直純경の子孫が六竜が飛ぶのラストボス直サ광です。同じ漢字を使っているものの、日本と韓国の鬼とドケビのイメージの違いを自然災害から見る見解もあります。昔、
科学があまり発達してないとき、人々は理解できない現象を幽霊や鬼の仕業だと思いましたが、日本の自然災害は火山や台風など人間の力ではどうにもできない、そして命まで落としてしまう自然災害が多かったので、こういった自然災害のことを鬼と表現した反面、韓国の自然災害は意外と人間の力で克服できるレベルが多かったので、警備のイメージが日本より穏やかになったのではないかという説です。ちなみに、実は朝鮮時代、民衆から神として扱われ、恐ろしいものであった存在があります。それは今度紹介します。じゃあ今日はここまでです。皆さん今日も聞いてくれて本当にありがとうございます。また新しいテーマで皆さんに伺います。여러분 고마워요。 안녕。